アニメや漫画、ゲーム、音楽から旅やグルメまであらゆるコンテンツの最前線をビジネスの視点で取材・検証するビジネスエンターテイメント。コンビズコンテンツビジネス情報局。日本をはじめ世界各国から発信される最新のコンテンツビジネス情報をお届けするコンビズコンテンツビジネス情報局のお時間です。今回ご紹介するのはこちら。本日は日本食の海外展開に注目してお届けします。最初に紹介するのは過去にもご紹介したアメリカ・ロサンゼルスのリトル東京で開催された日本食とアニメのコラボイベントの続報です。はい、私コンテリホコが取材に行ってきました。転生したらスライムだったケントのキャンペーンメニューが展開されて話題を集めたイベントの第2弾が開催されたんです。では早速ご覧いただきましょう。 VTR コンビズ。2024年11月から12月にかけてアメリカ最大の日本人街ロサンゼルスのリトル東京で行われたスライム×リトル東京のキャンペーン。現地の複数の日本食レストランが参加して日本の輸出重点品目を使ったメニューを提供。コラボしたアニメは転生したらスライムだった件、略して転スラ。現地のアニメサイトで常に上位にランクインされる人気作で日本の食を再現したメニューも多く登場するアニメです。キャンペーンメニューを注文するとその場で転スラの缶バッジがもらえるなど日本食とアニメのコラボを展開しました。手掛けたのは日本の食品や食文化を広く世界に向けて発信する J フード日本食品海外プロモーションセンター。その成果に手応えを感じていました。アニメがきっかけで、食べてみたというお客様がいたということ、そして美味しかったと、でまた食べたいという声をいただけたというふうに聞いていて、実際にお客様の反応として私たちも実感を持てたというところがとても良かった点だと思っております。大きな話題を呼んだスライム×リトル東京、その第2弾が今年2月に行われました。今回はキャンペーンメニューを注文するとその場で転スラの缶バッジとステッカーがもらえるだけでなく特設サイトにアカウント登録してスタンプラリーに参加。キャンペーン中のお店を巡りスタンプを3つ集めるとアクリルキーホルダーがもらえるんです。このキーホルダーやポスターのイラストは今回のキャンペーンのために書き下ろされたもの。早速今回も参加する店舗を覗かせてもらいました。まずは安定した人気のラーメンを提供するお店へ。こちらのキャンペーンメニューはうまみ塩ラーメン。You like it? Yeah, it's good. Oh, like a prize? Yeah. Honestly, I think the sticker is great. Yeah, because like the versatile. So yeah. Huh? We love collecting stickers. Yeah. こちらは定食屋オブ東京。キャンペーンメニューは和牛カツサンドです。I think it's perfect because a lot of people when they watch anime, they'll see food and they get hungry. They're like, oh, that looks really good. You know, like people see all these different Japanese foods, but they don't know where to try it. And now they have places they can come to try it. So I think it's great. インフルエンサーの方にも日本食の魅力を発信してもらいました。やってきたのはみつる寿司&グリル。前回のキャンペーンメニューは握り寿司でしたが今回は新メニューシーフード丼です。
fresh. アニメのモデルさんが要するに海鮮丼を持って食べてると。それで一応今回はそれにしようということに。アニメっていうのは人の心に入っていける力を持ってるし、それによって日本食を紹介してもらえればすごくこの素晴らしいことだと思うし、日本食に虜になってくれると思うんですけどね。次に向かったのは広島お好み焼きのチンチクリンリトル東京。キャンペーンメニューは北海道ホタテ明太焼きです。I had 11 different foods. Everything was amazing and it felt like I was traveling around Japan. And I think a lot of people appreciate that they can eat something that they see from anime, which is like Japanese food. パンやドリンクを提供する岡山工房ベーカリー&カフェは今回初めて参加。抹茶パンセットが人気を集めました。前回からメニューを変更して臨んだお店が新選組博多ラーメン。前回は和牛を使ったメニューでしたが、今回のキャンペーンをきっかけに新たな食材ホタテを使ったフライにチャレンジしました。今まで使ったことない食材って手出さないことが多いんですけど、こっちで調理したり、そういうのが初めてだったんで、なんていうんですか、新しい知識とかも入りましたし、これから新商品作っていく上での知識になったと思います。和風中華のお店幸楽。こちらのキャンペーンメニューは前回に引き続き和牛丼でしたが、新たに食材の仕入れ先を開拓していました。前回ちょっと宮崎牛で今回はちょっと鹿児島の牛なんですけれども、すごくポジティブに新しい業者さんと出会いがあったので、これからそこからまた新しい知らなかった商品があれば、メニューの開発にも、取り組めるので、そこで美味しいものを我々が責任持って提供すれば、どんどんまた日本食っていうのは広がっていくのかなと思います。テイクアウトも行う日本食レストラン大黒屋アネックス。ゼネラルマネージャーの村上さんも第2弾のキャンペーンに手応えを感じていました。第1弾に比べて第2弾すごくお客様の入りが良かったりとか、すでにイベントを知ってこられた方っていう風のが多くて、反響はすごいいい風に捉えています。今回参加しているレストラン11店舗あるんですけども、レストラン同士一度集まって、じゃあどういうイベントにしていこうっていうそのミーティングだったりお話ができなかったのがあったので、第2弾始まる前そういったミーティングが行われたのが今回すごく良かったんじゃないかなと思います。今回の J フードの取り組みはリトル東京のレストランの皆様、卸の皆様、レストラン協会の皆様の協力のもとにここまでできた取り組みだと思っています。今後はこちらの皆様がもっと面白い、もっと魅力的な取り組みをしてくださる、で発展していくということにつながったらいいなというふうに願っています。スライム×リトル東京第2弾の反響を広く発信すべく東京で行われた J フードによる説明会。よろしくお願いいたします。ここではアニメ側のプロデューサーを招き、 J フードの執行役北川さんが今回のコラボレーションの成功の要因についてお話を伺いました。 IP にとってもありがたいことだと思っています。こういったコラボレーションを行う上で作品の内容っていうところをしっかりと捉えた上でのご提案、お声掛けをいただいたっていうところが一つ大きな、成功の要因かなと思っております。アニメーターさんであったり、それらと、関わってくださっているスタジオさんであったりというところとのコミュニケーションが不可欠になるんですけども、現地でこういう展開をしたいんですっていうところが明示されていましたので、最終的にはこういうふうに使われるものなんだなっていうのがイメージしやすかったと思うので、そういった意味での説明はとってもやりやすかったっていうところがありますね。私も仕上がった時にはすごく驚きました。クオリティがものすごく高い。シナジーがやっぱり深かったゆえに、こういうアウトプットもとっても熱のこもったものになったのかなと思っています。お互いの考え方が、しっかりつながったと。
今後も様々な形で日本食とアニメのコラボが展開していくといいですね。これからもアニメと日本食どちらも海外で盛り上がってくれると嬉しく思います。続いて紹介するのは日本の食文化を海外へ。独自に海外進出を目指している飲食店や食品メーカー。今回注目したのは鳥貴族を運営するエターナルホスピタリティグループ、そして発酵食品を展開するマルコメです。どちらも私たちにとって馴染み深い企業ですが、海外進出をするにあたってはある戦略がありました。では早速ご覧いただきましょう。 VTR コンビズ。食の国際化を支援している一般財団法人アジアフードビジネス協会主催の新春記念公演。そこに登壇したのは日本を代表する焼き鳥店鳥貴族を展開するエターナルホスピタリティグループの代表取締役社長大倉さん。昨年は第2の創業という位置づけ、そして、海外に本気で進出するということを、社内外に発信したかったということですね。1985年大阪で創業し、現在はグループで1100店舗以上に拡大。そして2024年からは積極的に海外進出を図っています。足がかりの一つとしたのはアメリカ。その理由をファシリテーターとして登壇した J フードの北川さんが大倉社長にお聞きしました。この方でやってみようかな。チェーンストアの我々にとっては先生の国ですし、いろんなインフラも含めて面展開がしやすいではないかなと思いました。チェーン展開を視野にロサンゼルスに海外初の自社開発店族。続けて鳥貴族と価格帯の異なる店舗を次々に出店しました。日本の全国チェーン目指していた時はですね、例えばいろんな地方に旅行した時にパッとブラッド駅に降りたら鳥貴族があるみたいなのが、だからそれはやっぱり海外で実現したいですよね。焼き鳥の世界進出に大倉社長は大きな可能性を感じています。チキンは本当に世界中どの国も食べてますよね。であと照り焼きタレの味はどの国も通用する味とこれ言われてるんですよ。インバウンドがどんどん今来られて、やっぱり鳥貴族のブランド、そして焼き鳥も皆さんやっぱりどんどん知っていただくことで、東アジアのパートナーはもうそのままの鳥貴族で来てくれるのは以前は考えられなかったですね。でないとこっちの現地のお客さんが裏切られたというと、日本で食べて鳥貴族と違うとかですね。日本の焼き鳥文化が海外で着々と根付き始めているようですね。最後に日本の食に関わる企業へのメッセージをいただきました。本当に出ていきましょうですよね。海外を見てみると可能性が日本にとどまるよりも非常に大きいので、ぜひみんなで出ていきましょうですね。発酵や醸造に関わる食材や設備などを一堂に集めた展示会、国際発酵醸造食品産業展。そのセミナー会場で発酵食品の国際化をテーマに講演していたのがマルコメ株式会社代表取締役社長の青木さん。ということで進めております。タイで、蔵の屋という屋号で、量りをしております。マルコメ株式会社は1854年創業という味噌業界の老舗。1970年代には販売シェアトップに。そこには他とは一線を画す商品作りがありました。東京にあるマルコメの直売所、ここにその足跡がわかる商品があります。だし入りの味噌はマルコメが業界に先駆けて開発したもの。そしてソフトボトルに入った液状の味噌など、消費者にとって味噌を使いやすくすることで業界トップを走り続けてきたのです。
最近では味噌の原材料である米麹に着目したアルコールフリーの甘酒や大豆に着目した大豆ミートのシリーズが話題に。そんなマルコメが本格的に海外進出を始めたのは20年以上前。青木社長自らアメリカに渡ったことがきっかけでした。一番最初の頃は全米横断してハワイまで行って、だいたい毎日ディストリビューサーさんの説明会ですね、面白い話がないかっていうことを私にも期待をしておられるのがありありと分かって、これは本当に日本の食はこれから大きな展開が望めるはずだと。2007年ロサンゼルスに工場を作り、アメリカでの味噌の普及に貢献。そして2013年には親日国として知られるタイに進出します。タイはもう本当に女性が美容に興味がある方々が結構いらっしゃいますよね。年配の方々はいや日本っていうのはすごいいろんなものを持ってる国だよと、すごいんだよっていうのを若い女性たちは特に親の代から少し聞いておるんですね。例えば日本では麹っていうのは昔からいいのよ、日本の甘酒って肌にいいのよっていう話がネットで出てくると、チャレンジするなら日本だったら間違いないんだからというような認識が根底にあるんじゃないかなと。2019年からタイのバンコクにアンテナショップ発酵ラボをオープン。発酵食品を世界に広げていくというビジョンのもと、同時にオープンしたカフェでは麹甘酒がタイの女性に大ヒット。砂糖やアルコールが含まれていないことがポジティブに受け入れられているといいます。またマルコメではさらなる世界展開を視野にさまざまな商品を開発しています。麹をうまく加工した米麹ミルク、これはアレルゲンフリーということで植物由来ミルク、甘酒をまた進化させてそういうものを作りました。こういうのを作りますとですね、ソイラテというコーヒーの市場に、麹ラテというコンセプトで、入っていくんですね。また麹を煮詰めて発酵甘味料を作っちゃったんですね。これは濃縮していくとですね、もう本当に固まって難しいんですけど、蜂蜜状に近いようなものを作りました。これもまだ世界にないと思います。他にも有名パティシエとコラボした麹を使ったチョコがパリの品評会で評価されるなど、世界で挑戦を続けています。私どもの持ってるこの発酵の力、これをやっぱりしっかりとプレゼンテーションしながら、これを重きを置いて提案していくということは、私ども今絶対に欠かすことのできない大きな使命だというふうにも感じています。伝統の味噌だけでなく、世界に新たな食文化を提案し続けています。今日は VTR にも出てきたマルコメの麹甘酒を用意しました。檜山さん、ぜひ飲んでみてください。では早速いただきます。アルコール 0% っていうのもいいですね。これは馬檜山ですさあ続いてはアジアで広がるメイドインジャパンです。タイとベトナムで開催された日本の食のコンテンツを紹介するイベントを続けてご覧ください。 VTR コンビズ。日本の美味しさをアジアへ。タイの首都バンコクで行われたのがジャパンセレクション2025。今回2回目を迎える日本の農林水産品を中心とした一般企業主催の大規模な見本市です。ジャパンセレクションの出展者様は本イベントのコンセプトにご賛同いただきました本気でタイ企業の皆様と輸出拡大を目指すいわゆるやる気のある方々ばかりです。
日本からタイ向けの食品の輸出額というのは昨年1月から11月で世界7位となってまして、これ実はその前の年のシンガポールを一つ抜いてですね、8位から7位に上がったという数字が見えております。主に食品の輸出先として有望なタイへの進出を目的とした58社が出展。食べ物も中心なんですけども、キャラクターであったりとか化粧品とかそうですけども、いろんなものをですねタイの皆さんに紹介しながらもっとタイへの輸出額をですね増やすような取り組みをしていきたいと考えております。食品だけでなくさまざまな商品をタイのバイヤーが直接買い付けることができる B2B の見本市となっています。日本貿易振興機構ではバイヤー向けのオンラインカタログサイトジャパンストリートを紹介。ジャパンストリートは幅広い分野、機械、農産品、キャラクターデザイン、キャラクターグッズですとか日用品についても扱っておりまして、今回日本のものをお探しのバイヤーさんいらっしゃいますので、そこのバイヤーさん獲得を一つの目的としてます。まだまだタイにおいてもですねレストラン数も増えてますし、広がっていくというふうに思っております。より日本の魅力的な地方の産品もそうですし、これまでの売れている商品についてもさらに普及を広めていくということで、我々としてもその取り組みを一助になれればなと思っております。今回の見本市では日本のご当地キャラクターなども紹介されました。そのプロデュースや地方創生を手掛けるパンクチュアルの森時さんにお話を伺いました。やっぱりその日本のご当地キャラクターを含めて、日本にはいいものがあるんですけど、やっぱりタイとかでも東京、大阪、北海道みたいなところしか知られてないので、キャラクターを通じて各地方の魅力とかそういうところを伝えていきたいなというところで参加させてもらいます。引き続きこういう展示会とかでいろんなものの反応を見つつも、ダイレクトに輸出とか、あとは店舗とかやれたらいいんじゃないかなっていうのはすごく考えてます。ベトナム最大の商業都市と言われるホーチミン。この地で2025年3月に行われたのが第10回ジャパンベトナムフェスティバル in ホーチミン。日本とベトナムの交流事業として2013年から始まり、日本の音楽やアニメ、食などさまざまなコンテンツが紹介されています。官民一体型のフェスティバルとして政府機関とも連携するこのイベントには、日本の食品や食文化を広く世界に向けて発信する J フードもブースを展開。紹介していたものの一つがアイスにかける醤油。いろいろな日本の味を提案しているんですね。ベトナムで日本の食が広まる可能性について J フードの北川さんに聞いてみると、ベトナムと日本の食って非常に親和性が高い。例えばお米を食べるんですよ。あるいは健康志向とかぴったり合うとですね。例えば野菜が好きとかですね、そういうのもあります。もっと言うと麺文化なんかが結構近いんですよ。でそういう意味では非常にいろんな基礎的な食品の、親和性が高いので、そういう意味で応用力はたくさんあるんじゃないかなって私は思ってますし、あとベトナムこうやってご覧の通り非常に若い人も多いで、市場は確実に、伸びている、こういったところは日本の会社さんにとっても非常にビジネスチャンスとしては大きいんじゃないかなと考えています。今回お茶を紹介していたのが伊藤園。ベトナムでの反応をお聞きすると、皆様に無糖茶なかなか馴染みがないと言われながらも、徐々に受け入れられてきていると思ってますので、売り上げの方も順調に伸ばしています。アニメとか、そういったサブカルチャーのとコラボしてみると、ものすごく皆さんに受け入れられるんじゃないかなというふうに思ってます。アジアにメイドインジャパンの食や食材を広げる活動は今後も盛り上がりを見せていきそうです。檜山さん、今日はいかがでしたか？小さい頃から食卓に並んでいた日本の国内ブランドが世界に広がっていくこと、とても嬉しく思いますし、さまざまな形で日本の食文化やものづくりが世界に発信されていくこと、これからも楽しみにしています。私も引き続き取材しますね。取材、これからも頑張っていきましょう。それではさようなら。ここでコンテリホコの声担当佐々木琴子からファースト写真集コンビズフォロワープレゼントのお知らせ。
番組公式 X のアカウントをフォローして応募してね。詳しい応募方法は番組公式 X のアカウントをご覧ください。おさやの好きな焼き鳥の部位って何？そうだね、砂肝。砂肝？なんで好きなの？食感が好き。コリコリしてるからなんか食べたくなっちゃうんだよね。あの食感確かにたまんないよね。あと焼き鳥といえばさ、塩かタレだと思うんだけど、どっち派？ダントツ塩。塩？私も塩。一緒じゃん。じゃあそろそろ行こっか。そうだね。